はい、セリカさんです。今回はガンダムシードの映画公開が決定されたということで、これまでに作ったシード関連のクリアカラーガンプラを紹介します。そのクリアカラーガンプラに行った改造や塗装なども一緒に解説します。動画の最後にはシードで登場した機体の一部の要素を持ったガンプラを1体紹介するので、最後まで楽しんでください。それでは紹介していきます。最初に紹介するのはハイグレードフリーダムガンダムクリアカラーです。こちらはシード機体の中でも人気機体の一つで、中国には実物大の立像まで立っているほどです。まだ見に行ったことはないですが、早く見に行ってみたいですね。パーツは外装部分がクリアパーツで、関節と武器の持ち手などは普通のパーツとなっています。色分けはほぼされていますが、足りない分はシールで保管する仕様です。ホワイトとブルーを基調としたデザインがクリアパーツとなったことで神秘的な見た目となっています。また最初の映像の通りハイマットフルバーストもちゃんとできます。フリーダムといえばこれですが、ハイグレードなのにこの可動域はすごいの一言ですね。この商品には専用の台座が付属しています。ガンダムベースの商品を買うとこういった特別なものが付属してくる時があるのは嬉しいですね。このガンプラにはトップコートの光沢と艶消しをクリアカラーガンプラに吹くとどうなるかっていう実験をしました。結果は光沢の方は元の状態より透明度が増して綺麗になり、艶消しの方はすりガラスのような見た目になってすごく不思議な感じになります。クリアカラーガンプラを初めて買う方は好きな方のトップコートをやってみるのが簡単に見た目を変更できます。パッケージはフリーダムがハイマットフルバーストを行っている迫力があってかっこいいイラストとなっている上に、さらにガンダムベース限定とわかるデザインとなっています。今度はフリーダムの後継機として登場したハイグレードストライクフリーダムクリアカラーです。この動画を作ってて気づいたのですが、さっき紹介したフリーダムと同じ値段でした。ストライクフリーダムの方が高そうってイメージがあったのでちょっと驚きました。フリーダム同様に外装パーツがクリアパーツで、関節は普通のパーツとなっています。関節はストフリの特徴でもあるゴールドになっていて、それがクリアパーツから透けて見えます。腕とかほぼ内部フレームが見えるので、ハイグレードの割に見応えがあります。後ろの羽を広げることはできますが、残念ながらドラグーンを外して固定する台座がないので、射出シーンは再現できません。このガンプラはパーツをコンパウンドで磨いてピカピカにしました。左がコンパウンドで磨いたパーツで、右が何もしていない元のパーツです。光沢感が増して透明度が上がっているのがわかるでしょうか。コンパウンドは磨く作業が面倒ですが、トップコートと違って家の中でも作業できるのがメリットです。簡単ですが、プラ棒などを使ってドラグーンを固定してフルバーストの再現もできます。プラ棒に両面テープを貼り付けてパーツの後ろにつけるだけなのですごく簡単です。もうちょっとまとめればもっと綺麗にできそうですが、さっさとやる分には十分です。パッケージは青一色の簡素な見た目となっています。フリーダムのイラストが凝っていたからここは残念ですね。ストフリと同じ時期に作られた機体のハイグレードインフィニットジャスティスガンダムクリアカラーを紹介します。今映っているのはハイネ専用機をイメージして塗装したものなので、本来のカラーリングではありません。本来の色はこちらのレッドとピンクの中間ぐらいのカラーとなっています。このジャスティスのクリアパーツは透明度がもともと高めなためかなり透けて見えます。パーツの色も相まって赤い宝石が輝いているような見た目でとても美しいです。このガンプラは最初に紹介した通りハイネ用にカラーを変更しました。やったことは単純で、エアブラシでクリアオレンジを塗装しただけです。クリア系塗料はすぐに色が変わらないので、何回も重ね塗りをして発色させていきます。普通のジャスティスも持っていたので、並べてみるとクリアカラーということを抜きにしても印象が変化しますね。クリア系塗料を使えば色の変更もできるので、オリジナルのクリアカラーを作りたい人はチャレンジしてみてください。パッケージはストフリと同じようなデザインですね。どういう基準でこうなるのかは分かりませんが、せっかく限定品なんだからもうちょっと派手にしてほしいです。ハイグレードは最後の紹介になりますが、シードディスティニーに登場したハイグレードディスティニーガンダムクリアカラーを見てみましょう。こんなに大きな光の翼エフェクトパーツが付属しているのに、さっきのインフィニットジャスティスと同じ値段なのは驚きです。クリアカラーらしく元のカラーリングをそのままクリア仕様にした見た目となっています。特に後ろの羽のクリアパーツは暗めのレッドになっていて、ディスティニーの威圧感が増すような見た目となっています。ちなみにこのディスティニーの他にハイネ専用のディスティニーもあります。このガンプラはさっきのインフィニットジャスティスみたいに塗装したのではなくて、ちゃんとガンダムベースで販売されています。形状や構造は同じですが、カラーリングが全く違っています。どちらもクリアカラーとなることで印象がガラッと変わるので見てて楽しいです。このデスティニーはパーツの裏側を水性塗料のシルバーで塗装しました。裏側をシルバーで塗装することで、クリアパーツを透けて入ってきた光が反射されて、よりクリアパーツが引き立つようになります。裏側なので塗りムラとか気にせず塗装できるので、塗装の初心者でも簡単にできる作業でおすすめです。パッケージはいつも通りです。今まで紹介したシードディスティニーの HG ガンプラは全部同じようなデザインでしたね。
この動画で唯一のリアルグレードを紹介しますが、エールストライクガンダム&スカイグラスパーランチャーソードバックセットクリアカラーというものが販売されています。勘違いされないように先に言っておきますが、パーフェクトストライクにできないので注意してください。あくまでもエール、ソード、ランチャーの3形態が再現できるガンプラとなっています。3形態あるので順番に映像を流していきます。ストライク本体は濃いめのクリアホワイトのパーツで構成されています。 RG は内部フレームに外装をはめ込む構造のため、ダボ穴などはほとんど見えないようになりました。内部フレームは武器の持ち手などは普通の成型色となっています。ストライカーパックも元のカラーリングを生かしたクリアパーツで、それぞれ特徴的なデザインとなっています。特にランチャーみたいなグリーンのクリアパーツを使ったガンプラってそんなにないので結構貴重です。ストライカーパックはスカイグラスパーにも付けられます。ストライク本体とストライカーパック3形態、ついでにスカイグラスパーまでついて5500円とかなりお得なセットです。このガンプラはストライカーパックの全部乗せをやりたくて、余ったランナーを切ったり削ったりして接続用のパーツを製作しました。一見すると全部簡単に取り付けられそうですが、各ストライカーパックが干渉して取り付けられないです。なのでそれを逃がすためのパーツを作る必要があったので、お金のかからない余ったランナーで作りました。余ったランナーも結構使い道があったりするので、すぐにゴミにするのではなく何かできないか考えてみるのも面白いですね。パッケージはかなりしっかりした気合の入ったデザインとなっています。やっぱりこれくらい派手なパッケージの方が限定品って印象が強くて、購買意欲も刺激されますね。ここからはマスターグレードの紹介になります。漫画ガンダムシードエクリプスからマスターグレードエクリプスガンダムクリアカラーを紹介します。普通のエクリプスガンダムは漫画の連載とほぼ同時期に販売されてびっくりした記憶があります。それから約8ヶ月後ぐらいにクリア版も販売されて、かなり早めの印象がありました。元々の機体はホワイトを基調としたカラーリングですが、このクリアカラーでは透明のクリアパーツでほぼ構成されています。ブルーのクリアパーツも透明度が高く非常に綺麗な見た目なので、全体的にクリスタルのような印象を受けます。透明になったことで内部フレームがもろに見えるので、それを塗装するだけでも面白い見た目にすることができます。アクションベースも付属しているので、すぐにポージングさせて飾ることもできます。このガンプラは蛍光クリアでモールドを墨入れしていきました。蛍光クリアは透明なので、元々の見た目を変えないでブラックライトを当てた時だけ発光させられます。クリアパーツの特性を生かして、パーツの外側と裏側のモールドに墨入れするだけでかなり発光して派手な感じになります。ラッカー塗料なので匂いはきついですが、やってることは割と単純なので根気があればできる作業です。パッケージはエクリプスがかっこよくポージングしているデザインです。マスターグレードはこんな派手なパッケージが多いので、見ているだけでも楽しいです。今度はシードディスティニーで登場したマスターグレードガナーザクウォーリアールナマリアホーク専用機クリアカラーです。プレ版ではザクウォーリアー系の機体はいくつか販売されていますが、ガンダムベースのクリアカラーのザクウォーリアーはこれだけです。このザクは明るめなレッドのクリアパーツで主に構成されています。明るめのクリアパーツが多いので、ルナマリアのイメージ通り明るい雰囲気が出ています。レッド以外にもホワイトやパープルなど細かいところはクリアパーツで色分けされています。背面のガナーウィザードはクリアパーツではなくメタリック風のパーツとなっています。ここがクリアパーツになっていないのはちょっと残念ですね。ガナザクには100均のセリアで買ったグリッターペイントというものをパーツ表面に塗り付けました。これにはラメのようなキラキラした粒子が入っていて、塗り付けて乾燥させるとその粒子だけが目立つようになります。100均で安く、なおかつ簡単作業で見た目をキラキラにできるので面白い商品です。パッケージはマスターグレードには珍しく単色です。でも赤い単色なので、ガンダムベースで積まれているのを見た時は目立つ印象でした。ハイグレードでもクリアカラー仕様のフリーダムはありましたが、さすがの人気機体なのでマスターグレードでもクリアカラーが販売されています。余談ですが、全身がシルバーの見た目になったシルバーコーティングっていうのもガンダムベースで販売されています。このフリーダムですが、ホワイトのパーツはクリアパーツとメタリックパーツの特性を合わせたような独特の見た目となっています。普通のパーツっぽいですが、よく見るとしっかり透けています。あまり透けていないため、クリアカラーが苦手な方でもそこまで気にならないかと思われます。フリーダムには関節をストフリのようにゴールドにして、さらに蛍光塗料で墨入れしました。これを作る時期に MGEX ストライクフリーダムが販売されていたのですが、買えなくて悔しかったので代わりにゴールドで塗装したというしょうもない理由です。実際はやって派手になったのでやってよかったと思います。作るだけで特別感があるので、塗装できない初心者からプラモを作り慣れた上級者でも楽しめるガンプラです。パッケージはフリーダムの威圧感がすごく強調されたデザインです。フリーダムのかっこよさがこれでもかと出ていますね。
最後に紹介するのは漫画でも人気のマスターグレードガンダムアストレイ、レッドフレーム、フライトユニット、メッキフレーム、カラークリアです。このフライトユニット装備はプレ版商品だったのですが、メッキとクリアカラー仕様になってガンダムベースで買えるようになりました。先に説明しておきますが、映像に流れているレッドフレームはパーツを全塗装したものです。素組みの動画を消してしまったので、これしか動画が残っていませんでした。メッキパーツも塗装しているので、あくまでも参考として見てください。内部フレームはメッキパーツで構成されていて、それを外装のクリアパーツ越しでも見えるようになっています。レッドフレームの特徴をかなり楽しめるので、お値段は高いですが、作ってみると満足度のあるガンプラです。簡単ですが、保管していた元のメッキパーツと塗装したパーツを比較します。元のメッキパーツの方がパーツの輝き具合が勝っています。このメッキパーツで内部フレームも構成されているので、素組みでもびっくりするぐらい派手になります。このガンプラはメッキを落としてキャンディー塗装したり、ガーベラストレートを黒く塗装したりといろいろやりました。わざわざメッキを落とした理由は、トップコートを失敗して見た目が汚くなったからです。修正しようとしてメッキがぐちゃぐちゃになってしまったため、一度全部落として塗装し直しました。いい勉強になったし、お値段分は遊べたので結果的には良かったです。パッケージの動画も残っていなかったので見せれませんが、ガンダムベース公式サイトの商品ページに載っているので、そちらをご覧ください。おまけですが、アニメのガンダムブレイカーバトローグに登場したハイグレードガンダムヘリオスクリアカラーを紹介します。シード機体ではないですが、フリーダムの要素があるガンプラなのでおまけとして紹介します。水色のクリアパーツと透明度の高い白のクリアパーツで構成されていて、全体的に涼しい印象があるガンプラです。フリーダムの要素以外にも WX のツインサテライトもクリアカラーになっています。WX のクリアカラーはまだ販売されていないのに、サテライトだけ先にクリアカラーになってしまいました。このガンプラには蛍光塗料でパーツの縁を塗装しました。パーツの縁を塗装することでブラックライトを当てた時にパーツの形状が浮き出ながら発光します。これもやってることは単純ですが、ブラックライトを当てると面白い効果があって楽しいです。パッケージは機体と同じような色合いで、これも涼しいようなデザインです。色は少ないですが、機体とマッチしてていいパッケージだと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。